五条と宿儺の最強決戦。お互い脳にダメージを負い、領域展開ができない中、五条の渾身の一撃を皮切りにラウンド2へ。そして231話、ついにマコラの法陣が開店。どうも、シンディです。呪術廻戦231話、人外魔境新宿決戦9、ついに公開になりました。今週は解説と伏線回収など盛りだくさんな1話になっていましたね。宿儺の過去編突入かと予想をしていましたが、アニメ連動説での予備予想だった五条悟最強エピソードが本命となりました。今回は231話を解説しつつ、次回の予想などもしてみたいと思います。このチャンネルでは最新話までのネタバレを大いに含みますので、アニメ単行本派の方はブラウザバックか静かに動画を閉じることをお勧めします。では早速行ってみましょう。最新231話解説。この頃のお決まりパターン、観戦チームの解説からスタート。草壁はこういう役目に落ち着いたっぽいですね。五条悟のパンチは呪力で強化した拳に打撃の瞬間無加減呪術の青で相手を吸い込み引き寄せることでカウンターのような攻撃になると明かされました。確かに裏梅は五条の一撃を食らった後反転術式を使っても完全に回復できていないという描写があったので、ここで伏線回収をしましたね。悟は最強になった。ここで久しぶりの七海が登場。やはりアニメと連動しているのかなと思わせるシーンとなりました。アニメ第29話単行本9巻で最強になった五条悟。七海が放った最強に向けての本音。もうあの人一人で良くないですか？そして231話、七海が虎杖に伝えた本音。端的に言うと、やってらんねえ。です。草壁が解説した五条のパンチにかけ、自分たちが苦労して出すクリティカルヒットを、五条悟はジャブ感覚で繰り出す。確かにやってられないと感じてしまうほどの差です。そして猪野くん、切ない描写に涙が出ます。もしくは何かのこれは決意でしょうか。そして場面変わって怒涛の攻撃を見せる五条悟。宿儺は防戦一方で五条の攻撃をどうにかしのいでいます。ここで五条悟の新技、新術式が登場。五条の分身が5体現れます。これどういう術式なのでしょう。某ハンター漫画の死局のような分身かなと思ってしまいました。その前に丸い物体がズズズっと描写され、分身が現れているので術式だとは思うんですが、頭の良い方、コメントでぜひ教えてください。しかし、新技、新術式を披露するも、宿儺に即看破されてしまった五条悟。ついに最悪の事態が起こります。宿儺の頭上に権限されていた法陣がガコンと回転してしまいました。そして観戦チームがマコラ適用の謎を解説してくれます。無料空所に関しては5回目で適用が完了。無加減呪術から生まれる技には複数回の法陣の回転が必要。長らく続いたマコラ適用に関しての謎、伏線はここで回収されたと考えて良いでしょう。僕は法陣の玉の数がマコラの適用限度数と予想をしていましたが、法陣の回転数に制限はなく、複雑な術式の適用には複数回の回転を要するということなので、適用限度数を使った攻略はできず、宿儺が最初に語ったマコラは適用前に一撃で倒すというのが攻略方法のようです。
五条はマコラ適用のからくりに当然気がついていました。マコラが五条の無加減呪術に適用するまでにあと3回の法陣の回転が必要なようです。そして次週の煽りでも生死をめぐるカウントダウンスタートと描かれ次回へ。いやー、今回はすごい情報量でしたね。解説と伏線回収が盛りだくさんでした。次週予想。五条悟はマコラの無加減呪術適用前にスクナに大ダメージを与えたいと考えるでしょう。スクナは無加減呪術に適用するためにダメージを肩代わりし、五条の攻撃に耐えないといけません。今回231話では最強の五条悟を感じさせるエピソードが多かったため、次回232話は最強のスクナを感じさせる狡猾なからくりが描かれるのではと思っています。ラウンド1の領域展開の勝負では、伏黒の特差の影砲術と伏黒の魂を用いて五条の無料空所に適用しました。ラウンド2は今のところ肉弾戦と術式勝負となっていますが、最重要項目は無加減呪術の適用の有無です。これまでの流れを考えると、スクナは特差の影砲術とよろずの託した何かを用いて五条の無加減呪術に適用するのではないでしょうか。砲撃の五条、防御のスクナ、まさに矛と盾の構図になっているので、よろずの託したものは液体金属や虫の鎧を使った五条の攻撃の致命傷を回避させるための体内バリアや外皮強化の可能性も出てきましたね。また、スクナの術式フーガは、このラウンド2ではお披露目はされず、次のラウンドに持ち越しだと予想しています。いかがでしたでしょうか？いつもご視聴いただきありがとうございます。それにしても五条先生もスクナも本当に楽しそうに戦いますね。お互い最強同士で最強ゆえの孤独を感じていて、好敵手との戦闘が楽しくて仕方がないといった感じなのでしょうか。もしよろしければ皆さんからのコメントをいただけたら嬉しいです。高評価、チャンネル登録もお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。シンディでした。